金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。重たい。直置きしちゃった。天然ブリっていうことでね。それではこちらを、さばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。巨大な天然ブリ。っていうことでね、買っちゃいました。大きいやつ。重さがなんと11キロでございます。育ちに育った天然ブリ。で、今日の産地が羅臼産ですね。定置網漁で取れたブリです。ニュースでやってたんですけど、今この時期って秋鮭漁が盛んな時期なんですけど、秋鮭の定置網にもう鮭よりブリがたくさん入っちゃうんですって。昔はこんなことなかったんですって。で、僕もこの時期に北海道のブリを食べたことないので、ちょっと今日買ってみました。どんなもんかなと思って。なんで今日はこちらの天然ブリを使いまして、ブリの照り焼き作っていきたいと思います。でブリでもう4、5キロぐらいだったら簡単におろせるんですけど、ほんと10キロ超えてくると骨が硬い。特に天然物のブリって骨硬いんですよ。養殖物より。なので、ご家庭でさばこうとすると、この頭を落とす作業、ここが一番難関です。でもしっかりと関節に入れてあげれば、頭簡単に落ちますんで、今日はその関節もしっかり皆さんに見せて、ここに入れれば簡単に切れますよっていうのをレクチャーしていきたいと思いますんでね。で、今日は工程的に、まず内臓とエラを取って、で、血合いを流して、で、ちょっと身がピンピンしてるんで、1日2日寝かしましょう。これ船上池締めって言って、船の上でちゃんと池締めされてるものですね。この船上締めは本当にいい魚が多いですね。値段も少し上がりますけど、同じ魚の野締めか船上締めがあったら、積極的に船上締めを買った方がいいかなと思います。漁師さんもなんで船の上でわざわざこう、忙しいのに一匹一匹締めるのかというと、クオリティのいい魚だから船上で締めるんですよね。あんまりクオリティの良くない魚だったらわざわざ船の上で締めませんので。なので船上締め、船の上で締めた魚っていうのはクオリティもいいし、ちゃんと締められてるので鮮度もいい魚っていう場合が多いですね。よし、そしたらじゃあヒレを取っていきましょう。よっと。僕はヒレ取る派ですけど、このサイズのヒレは結構硬いんですよね。で、慣れない人はこの作業結構危ないので、無理して取らなくてもいいかなって感じですね。取れる場合取ってください。で、腹びれも落とします。よし、そしたらお腹を割っていきます。いきます。すごい内臓脂肪。そして鮮度むちゃくちゃいいな、これ。これ最高の鮮度だ、これ。これです。ほら。内臓が。すごい。全然溶けてない。あんまり新しくないブリは、こうやって内臓に手をこうやって入れると、汁がデロってつくんですけど、もう一切つかないですよね。こうやって触っても。もう全然汚れないですね。これ血抜きもすっげえ綺麗にされてますよ。これは素晴らしい処理が施されてる。そしたら顎ですね。ここ顎切っちゃいます。はい、出てきました。はい、これがブリの心臓ですね。三角の上に、こうちょっと白い突起物がついてるやつですね。これ新鮮だと生で食べてもうまいんですよ。そしたら次にエラ外しちゃいましょうか。このエラがね、外すの難しいんですよ。これ付け根を外して、よっ。で、顎の付け根が外れたら、次、ここの付け根ですね。ここです。わかるかな？ここですね。こことここ落とします。はい、外れました。こことここです。で、付け根が外れたら、エラを持って、バババババババッと、内臓ごとひっぺがします。はい、これ、エラと内臓くっついた状態で取れました。ほら、見てください。この状態でも、全然血が出てない。本当にすごいこと、これ。で、中はこんな感じですね。そしたら、ここに血綿がついてますんで、これを落としていきましょう。僕はこういう鱗かきで、まずガシガシガシと、傷をつけてあげます。尻尾の方までね。傷をしっかりつけて、そしたら裏側めくって、ツルツルの方で、カキ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 として、ある程度大まかに、これで血綿取っちゃいます。これ腎臓ですね。そしたらブラシでゴシゴシと仕上げをしていきます。はい、このように血綿が取れました。そしたらいよいよ頭を落としていきます。で、僕いつもエラ取らずに、もうここからズバッと頭を落とすんですけど、これ簡単そうなんですけど、むちゃくちゃコツがいるんですよね。なぜかというと、大きいブリは、しっかりと刃が関節に入らないと、頭落ちません。包丁が負けてしまいます。もうどんな屈強なレバーを使ってても、そんな簡単には切れないですね。逆に関節入っちゃえば、もうスパンと、子供用包丁でも簡単にスコンと入ります。で、その関節の場所、ここなんです。開いて、ここです。ここか、ここ入れてください。関節、ここです。この2個、どっちか。僕はこっち入れますね、いつも。こっちはどこら辺に値するかというと、ダダダダダッと。
だいたいここですね。エラ蓋のちょうど先端あたり。ここからまっすぐ下に行くと、ちょうど関節に行きます。って言っても結構難しいんですよね。もうこれはね、長年の勘みたいなもんですね。じゃあちょっと関節入れてみますね。いきます。ここ。ほら。わかります？簡単に骨切れたの。で関節じゃないとこはものすごく硬いんですよ。けど関節。ほら。スパンって入るんですよ。こう入れて、こっちの関節かこっちの関節どっちかに入れます。今回こっち入れますか。こっちの関節にスコンと入れます。そしたらそこからスッ、スッ、スッと。これもう簡単に落ちるんですよ。もう力全然いらないです。力いらないんですけど、こう一点集中で、ふっと勢いよく。こうギューッ。そうすると、こんな大きいブリの頭でも簡単に落とせるんですね。どんな魚にも骨には関節ありますので、大きい魚さばくときは、もう関節決めたってください。なんでやっぱりちょっと寝かしましょうかね。で僕は寝かすときちょこっとだけお腹の方に塩を塗ります。で、そこにキッチンペーパーを詰めます。そしたらこっちにもペーパーぐるぐる巻いて、そしたらあと表面にもペーパー巻いて、ラップでぐるぐる巻きにして、冷蔵庫で1日2日寝かしたいと思います。それじゃあ1日2日後に移動。はい、では3日経過しました。いい感じになるまで3日かかりましたね。よし、そしたらまず鱗を取っていきます。ブリはすき引きより鱗かきの方が綺麗に鱗取れる気がする。カンパチとかヒラマサはすき引き綺麗にできるんですけどね、ブリはね、なんかあんまうまくいかないですよね。僕がちょっと下手くそっていうのもあるかもしれないですけど、やりにくい、すごく。ブリはすき引きが。これ養殖のブリに比べて、この天然のブリって、鱗が大きいし硬いんですよね。なんでね、しっかり取った方がいいと思いますよ。ここがね、鱗めっちゃついてるんですよ。なんでここ重点的にやってください。ここですね。こっちも鱗取っていきます。で、毎回ブリさばくときに説明するんですけど、ブリってこの背びれの、ここら辺にね、隠しびれみたいなのがあるんですよね。これめちゃめちゃ鋭いんですよ。で、ブリってパッと見トゲトゲしい魚じゃないので、もう油断して、ガリ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 やってると、この隠しびれでブスッと手いくんで、背中のここら辺とか、腹のここら辺に隠しびれを持つ魚結構いますんでね、鱗取るときは気をつけてくださいね。こう、なるべく根元を持つんじゃなくて、こう、遠ざけて、こうやって取ってくださいね。はい、では、鱗が取れましたので、こちら、3枚におろしていきますね。まずは下から。そして反転させて、背中の方にも入れていきます。もう僕動画投稿始めて、ブリ何本さばいただろう。毎年恒例ですからね、これは。でも秋にやるのは初めてじゃないかな。だいたい冬にさばくんですけど。おー、いいブリだな。やっぱりいいな。せーの、よっと。おー、いいブリじゃないですか。あ、そう、これ。よかった、これ皆さんに見せれて。ここに寄生虫がいます。皆さんどこにいるかわかりますか？それが、ここです。ここ。わかりにくいですね。ブリには高確率で、ブリ線虫っていう寄生虫が生息してます。背中とかお腹側じゃなくて、この尻尾の方、ここら辺によく生息してます。で、こうやってね、穴を開けて、こう、とぐろ巻いてるんですよ。これですね。これ。あ、ちょっと切れちゃってますけどね。ミミズみたいなやつですね。これアニサキスと違って、食べても無害です。全然大丈夫。でも気持ち悪いから取った方がいいんですけどね。残りの肩身も下ろしていきましょうか。僕はね、こうやって骨の上からやります。骨の方を上にして、こういう風に、まずは尻尾の方から。こんな感じで反転させて、次は背中の方。皮1枚切って、ブリは本当におろしやすいな。さばきやすい魚はナンバーワンはブリかな。で、ここまで入ったら尻尾から入れて。はい、こんな感じですね。よし、そしたら切り身に切っていきましょう。で、ブリの切り身の切り方、大まかに2種類の切り方があります。まず1つ目は、この1枚、フィーレって言うんですけど、フィーレのまま、ブツブツっとこのまま切っていくやり方。これがね、胴切りって言います。で、このぐらい大きいブリを胴切りにしちゃうと、幅がこんなになるんですよね。なので、今日は4分の1カット、渋1切りをやっていきます。渋1切りはまずお腹と背中、お節と目節ですね。お節と目節に分けていきます。僕はお腹の方に血合い骨をつけます。で、骨が嫌な方はここでもう取っちゃってください。血合い骨も。で、4分の1カットはこうやってね、血合い骨も除去できるので、いいですよね。で、切り身を切る向きは、で、腹骨を断ち切るような形。腹骨に対して垂直に、こう切っていきます。
腹骨がこう入ってて、腹骨に対して垂直なので、こうです。で、このまま包丁の角度を尻尾まで持ってきます。で、尻尾まで持ってったら、最初の一発目はちょっと斜めに入れて、で、包丁を立てて、一切れ。ほら、ここにも虫が入ってるんでね、こうやって虫が入ってるところは出します。そしたらその流れで、どんどん切っていきます。2切れ。2切れ。どんどん切っていきます。で、お腹の方に行くにつれて包丁の角度をまっすぐにしていきます。そうすると切り身の幅が均等に揃います。こんな感じですね。こう入れて、立てる。必ず包丁を立てて皮を切る。そうすると、すごく綺麗な、シャープな切り口になります。刺身、切り身は切り口が命ですからね。こういうね、脂の乗ったお腹とかにはブリセンチュ入ってないんですよね。見たことないんですよね。本当に見事に尻尾の方にしかいないんですよ。ブリセンチュって。はい、こんな感じに切りました。15切れ取れましたね。カマ合わせて16切れ。で、次は背中の方を切っていきます。背中の方も尻尾の方から、こう斜めに入れて立てて、こういう風に切っていきます。こうですね。はい、背中の方切れました。背中の方がお腹に比べて大きいので、切り身の大きさを背中とお腹で合わせようとすると、やっぱり背中の方が切れ数取れますね。スーパーやデパートでよく見る形になりましたよね。で、部位ごとに説明すると、お腹の超脂乗ったとこ、ここですね。これは、このブリの肩身で言うと、ここです。で、ここら辺。お腹の、こういうちょっと脂の乗ってないところ。これは、ここですね。ここ。虫がよく入ってるところ。で、そこからこうやって、どんどんこういう感じですね。こうですね。油が好きな方は、こういう形のところを持ってった方がいいですね。で、程よい油が好きだよって方は、お腹の皮の白い、こういう形の切り身を持っていくといいと思います。で、背中の方は、ここが一番うまいです。身が締まってて油乗ってます。ここです。ここ。一番うまいところ。僕一番好きですね、ここが。すっきりとしたいい油乗ってるんですよ。ここが一番。で、背中側の尻尾がここですね。もう同じ背中の切り身なんですけど、一番尻尾側と一番頭側では、こんなに差があります。もう全く魚が違うぐらい油の乗りが違いますよね。なので、スーパーでブリの切り身を買うときも、ちょっと意識して買ってみるといいかもしれません。で、お刺身にする場合は、この状態で、カマを落として、で、腹骨をすいちゃいます。よっと。ここら辺まで入ったら、あとは膜をこうやって落とします。で、ここに血合い骨が入ってますんで、血合い骨をカット。で、背中側の血合い骨をカット。で、この状態になったら、あとは皮を剥いで、お好きな大きさに切っていけばお刺身ですね。で、ここに血合いがかなりついてますんで、これね、ちょっと血合い削ってあげると、ブリ臭くないお刺身になりますね。ブリの刺身って血合いがちょっと独特な風味がありますんでね。血合いをこうやって削ってあげる。最大限まで削ると、癖のないブリの刺身になると思いますよ。腹の方もですね、包丁を斜めにこうずーっと入れる感じですね。これ全部血合いです。で、この状態で残った膜を剥がします。できるだけ腹を残して膜を取るイメージ。こんな感じですね。で、お腹の先端、ここ筋なので、ここの筋はここで取ります。今日はお刺身は作りません。ブリはもう一回冬にやりたいので、その時刺身にしますね。そしたらバットに軽く塩を打って、で、そこに先ほどのブリの切り身を乗せて、その上からさらにお塩を軽くかけていきます。これでブリの中に入ってる臭い魚汁だけをお塩の力で取っていきます。これ10分ぐらい置いておきます。で、10分置いてる間に、照り焼きのタレを作っていきましょう。まずはお醤油、じゅわーっと入れます。こんなもんですね。で、醤油が入りましたら、醤油と同じぐらいの日本酒、お酒ですね。で、そこにみりんです。これが決め手です。みりんはちょっと少なめに。こんなもん。1対1対 0.5 って感じですね。で、そこにお砂糖1杯。小さじ1杯ぐらい入れます。で、そこに隠し味。蜂蜜を入れていきます。アカシアの蜜からできた美味しい蜂蜜です。これを、一回しこんなもんですね。これが入ると、すごくコクが出ます。で、混ぜ混ぜと。はい、これで照り焼きのタレの完成。はい、では10分経過して、こう、わかりますかね？ブリからお水がいっぱい出てきてます。で、このお水をペーパーで拭き取ります。
水で洗っちゃダメですよ。ブヨブヨになっちゃいますんでね。ペーパーで拭き取るだけ。そしたらフライパンに火をつけて、で、これ焼いていきます。で、ここでしっかりと焼き目をつけてあげるのが、綺麗に照りを乗せるコツ。で、今日のブリは油がすごい乗ってますんで、特にサラダ油とかは引かなくていいかなと思います。油の少ない魚はちょっとサラダ油引いてあげると、焼き目が綺麗につくかなと思いますよ。これ焼いていきます。ほら、サラダ油引いてないのに、すごいブリから油が出てきますよね。お、いい感じですね。お、こっちもいいです。はい、ではある程度焼き目がつきましたら、ブリから出た油をキッチンペーパーで拭き取っていきます。はい、このように綺麗になったら、そこに先ほど作ったタレをブリに直接かけるんじゃなくて、鍋肌に。で、これを煮詰めてとろみを出していきます。みりん、蜂蜜が入ってますんで、煮詰めていくと、すごくとろみがついてきます。で、そのとろみが、このしっかりつけた焼き目の凹凸に絡まって、いい感じに照り焼きができるんですよ。中火でゆっくりと蒸発させていきます。はい、だんだんと汁の量が少なくなってきて、とろみが出てきましたね。でもまだちょっと早いですね。もうちょっとこう、気泡が大きくなってきたら OK ですね。ここで汁をかけながら火を通していくと、より綺麗に照りが乗ると思います。はい、このぐらいの気泡の大きさになってきたら、もうそろそろ OK ですね。もうこれ以上やると、タレが焦げて、焦げ臭くなっちゃいますんでね。これで完成。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちら、フライパンで作ったブリの照り焼きです。いい感じに照り乗ってますよね。油が乗ってる魚でやればやるほどうまいんです。まずこの柔らかさ、いきます。箸を置いて、そのままストンと下に下ろすだけで、こんなにふわっとしてるんですよね。もうフルンフルンです。で、このタレをこう絡ませて、こちら、いただきます。うめえ。これが好きなんですわ。これご飯と一緒に食べたら最高だろうな。結構味は濃いめです。まあ、照り焼きって大体濃いめなもんなんですけど、もうたまりませんよ。このうまさ。ああいう風にしっかりと焼き目をつけてあげることによって、照りに乗るのはもちろんなんですけど、このカリッとした食感がまだ残ってるんですよね。めちゃくちゃうまい。はい、ということで今日はこちらの天然ぶりの照り焼きときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん！銀色のやつ、フリー1日1本ルールを今自分の中で設けておりまして、セミエビの撮影でアルコール入り飲みましたので、今回はフリーでいかせていただきます。こちら、綺麗な長井さんですね。今日うまく決まったな。いただきます。うめえ。体が喜んでる。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は天然ブリを使ってフライパンで簡単照り焼きを作ってみましたけども、あれうまい。本当にあれ簡単なんですよ。コツは2つだけ。しっかりと焼き目をつけることと、あとはタレを煮詰めすぎて焦がさないこと。この2つを守れば誰でも美味しくできます。今からブリがすごい美味しい時期なので、ぜひやってみてください。今日ご飯何にしようかなと思ったら、ブリの照り焼き作ってみてはいかがでしょうか。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。